今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいくチャンネルです。今日のテーマはこちら。なぜ日本には鉄道オタクが多いのか。皆さんは日本には鉄道オタクが多いというイメージがありますか？日本の鉄オタには本当にたくさんの種類があります。今日はそんな鉄道オタクについて皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。私の得意な分野ですね。はい。日本の鉄オタには本当にたくさんの種類があります。まず有名なのが撮り鉄。これは電車の写真を撮る人たちです。珍しい古い車両や引退する電車、それから新しくこれから走る車両、また桜や紅葉と一緒に走る列車を撮るために朝早くから何時間も待つ人もいます。私もね、ちょっと撮り鉄っぽいところがあってですね、最近は春になって桜が咲いてきたので4時間かけて、家からね遠いところにある千葉の小湊鉄道という列車を取りに朝のね5時くらいに起きて行ったんですけど、無事取ることはできたんですけど、本当にね小湊鉄道は千葉県の南の方にあってすごく遠い、鉄道なんですけど、もうびっくりするぐらいね人がいました。中には三重県という、ね、日本の中の京都とかね大阪に近いようなエリアからわざわざね小湊鉄道を取るために、来たっていう人いて、レンタカーもしてね、その人はもうほとんど髪の毛が真っ白のねおじいさんだったんですけど、それぐらい写真を撮ることにパッション、熱意を持っている人がすごく多いです。最近あと行ってみてすごく良かった電車は東京の西側かなにあるエリアを走る都電荒川線と呼ばれてる列車を撮影しに行ったんですけど、それもすごく良かったです。はい、本当に季節ごとに、全然違う景色を見せてくれるところがやっぱり撮り鉄のね面白さなんじゃないかなって思います。あとはね、私の友達で JR に勤めている子が言っていたのは、機関車とかってだんだんね、パーツが少なくなっているんですね。機関車自体がもうその観光用でしか走っていないから、もし仮に壊れた場合にね代わりの部品を探すことが難しいと聞きました。なので突然ね昨日まで走ってた機関車がもう次の日に走れなくなるっていうことがよくあるみたいです。それを聞いてやっぱ来年とかいつか行ってみたいって思っててももう二度と見えなくなるかもしれないので、そういう意味でも鉄道はね早く機会があるうちに、取った方がいいなっていうのを多分ねみんな思ってると思うので、そんだけパッションをね、持って取りに行けるんじゃないかなって思います。はい。とにかくねびっくりするぐらい年齢層が広いです。中学生ぐらいのね男の子から80歳ぐらいのおじいさんぐらいまで、みんなびっくりするぐらいいろんな遠くから来てるのが面白いですね。はい。次は乗り鉄。これはとにかくいろいろな電車に乗るのが好きな人たちです。特急列車、新幹線、ローカル線、中でもすごく人気があるのが寝台列車ですね。一番人気なのはやっぱりサンライズ出雲なんじゃないかなって思っていて、私もまだ乗ったことがないんですけど、いつかね乗ってみたいなって思ってますね。この路線は全部乗ったとか、日本全国の新幹線に乗ったっていうのがやっぱりステータスだったりもするのかもしれませんね。もはや旅行そのものっていうよりかはどの列車に乗るかっていうのが大切な人もいます。これは乗り鉄はすごく理解できるな。やっぱ車窓からのね景色って
特に地方になればなるほどすごい綺麗だったりするので、いろんな電車にね乗ってみたいなっていう気持ちはすごくわかります。はい、その次が音鉄って呼ばれる人たちなんですけど、これは電車の音が好きな人たちですね。発車ベルとか車内放送とか踏切の音とかモーターの音、それから駅のメロディー、電車によってね音が違うので、その違いを楽しんでいる人がいるようですね。私は釧路と呼ばれている北海道の東側に行った時に、名前忘れちゃったけど、釧路から網走と呼ばれている日本で一番西側にあるところかな、そのエリアまで釧路から、北海道の上の方までね、3時間ぐらいで行けるような電車があるんですけど、それに朝始発で乗った時にすごい長いねマイクみたいなものを天井に貼り付けてる男の子がいて、まだまだ若かったんですけど、多分中学生とか高校生ぐらいだと思うんですけど、そんなね機械どこから持ってきたんだろうっていうような、カメラとかじゃなくて本当に音響設備みたいなのを車内に持ち込んで録音している人がいて、結構それはびっくりしましたね。ちょっとね音鉄だけはまだ理解がねできないですね。私は音に敏感じゃないので、多分ハマるツボがまだわからないっていう感じなんですけど、あとは海外の人はもしかしたら驚くかもしれないんですけど、日本には駅ごとに、違う発車メロディーがあったりするんですね。例えば有名な駅だとね、その街に関係する音楽が流れることもあります。例えばアニメの舞台になった駅だとアニメの曲が流れたりとか、地元で有名な音楽が使われたりします。私が昔高田馬場って呼ばれている駅の近くに住んでいたことがあって、高田馬場はですね、手塚治虫っていう漫画家がねゆかりのある駅なので、鉄腕アトムのね発車メロディーなんですね。それは結構ね面白かったなって思いますね。日本人はそういう音を聞くと、この駅に来たなとかね、帰ってきたなっていう気持ちになることがありますね。駅のメロディーはただの音っていうよりかは、やっぱ記憶とかね安心感と結びついているかもしれませんね。そして模型鉄、これは鉄道模型が好きな人たちですね。小さい新幹線とかローカル線、駅、踏切、街並みをミニチュアで再現して自宅で走らせます。本物の電車だけじゃなくて、駅の看板とか線路の形、建物の色とかホームのベンチまで細かく再現する人がいるようです。日本には鉄道模型専門店っていうのもすごく多くてですね、大きなジオラマの中を何種類もの電車が走っている場所もあります。模型鉄の人たちはね、ただ電車が好きっていうよりかは、自分だけの小さな鉄道の世界を作ることが好きなのかもしれませんね。私もまだちょっと模型鉄の面白さっていうのはそんなに理解できないなって思うので、まだねちょっとねその楽しみが分かってはいないんですけど、面白いですね。そして時刻表鉄、これは電車の時刻表を見るのが好きな人たちです。普通の人からすると時刻表はただのね数字の表に見えるかもしれないんですけど、この時刻表鉄の人たちはこの駅で3分待てば特急に乗り換えられるとか、この路線とこの路線をつなげば日本を1日で横断できるとか、時刻表を見ながら旅のルートを考えることを楽しんでいるようです。面白いですね。今でこそね Google マップがあるけど、Google マップとかがない時代に、そういうことを考えたりするのかな。それとももしかしたら Google マップがあってもなお時刻表鉄の人たちの頭の方がもしかしたら上を行ってるかもしれませんね。いや不思議ですね。中にはね時刻表を読むだけで旅行している気分になるという人もいるようです。でも確かに小学生の時かな、そういう友達がいたような気がします。衝撃を受けたのを覚えています。昔は大きな紙の時刻表を読む人が多かったですが、今でもねそういった時刻表を集めている人もたくさんいるみたいですね。ちょっとねここからは鉄道オタクのちょっと悪い面っていう感じなんですけど、多くの鉄道ファンはマナーを守ってるんですけど、一部の迷惑な人が時々ね
ニュースになることがあります。特に有名なのが一部の撮り鉄のマナー問題ですね。やっぱり珍しいね、写真とか動画を撮るために線路の近くに入りすぎちゃったりとか、周知に入っちゃったりとか、他の人を押したりとか、大声でちょっとそこどいてみたいな言ったりする人とかもいますね。あとはなんかちょっと変な人が多いかもしれないですね。この間も小湊鉄道を取りに行った時に、たまたまね、駅で全然別にルールとかないからさ、別に誰がどこに立ったっていいじゃんって思うんですけど、ちょっとね、みんなからすると邪魔な位置にね、おじいさんがね、写真撮って立ってたんですけど、そしたらあの人どかしますかとか言ってて、怒鳴ったらダメかなとか言ってて、どかすって何って思ったし、怒鳴るってどういうことみたいな、ちょっとね、衝撃を受けましたね。やっぱりね、そういう最高の写真を撮るためだったら、他の人をね、どかすというかね、すごい人たちだなって。私だったらさ、AI とかもあるし、別にちょっとね、頑張って消せばいいじゃんって思うんだけど、動画だったら、でも動画でもさ、別にちょっとぐらいしょうがないじゃないって思うんだけど、そういうね、やばい人もいるので、気をつけた方がいいかもしれないですね。はい。なので、やっぱ撮り鉄っていう言葉に対して悪いイメージを持っている人もすごく多いんですけど、実際にはそんなにね、多くないんじゃないかなって思いますね。時々ちょっとびっくりするような人がやっぱりいたりします。はい。でも実際には本当にね、静かにマナーを守って楽しんでいる鉄道ファンの方がずっと多いですね。はい。やっぱ私的には鉄道ファンっていうのは、電車が好きっていう気持ちだけじゃなくてですね、季節とか音とか風景とか、そういった思い出をね、大切にしている人たちが多いのかなって思います。それにね、やっぱ思うのは、その80歳のね、撮り鉄の人を見て思ったのは、すごいいいことだなと思って、80歳になっても、そんなね、三重県からさ、千葉まですごい遠い距離だと思うんですけど、ね、一人で来てさ、写真、ね、趣味のために頑張れるってすごいいいことだなって、思いましたね。いろんな価値観があるからね、人それぞれ面白いですね。ただね、やっぱルールを守りながらみんなが気持ちよく楽しめる文化であってほしいなっていうのは個人的に思います。本当にね、日本の鉄道オタクの世界はとてもね、深くて広いですね。まだちょっと音鉄とかね、鉄、時刻表鉄はちょっと私には理解できないけど、やっぱね、それぞれ違うね、面白い好みがあると思うので、それはそれでいいのかなって思うんですね。やっぱ日本人が鉄道好きな理由っていうのは、多分ね、多くの人が毎日電車を使っていますね。通学とか通勤とか、旅行とかデートとか、または帰省とか、やっぱ人生のね、大切な思い出の中にいつもね、電車があるのかなって思います。だからこそね、日本人にとって電車っていうのは、ただの乗り物っていうよりかは、人生のね、一部なのかもしれないですね。はい。皆さんは日本の電車文化についてどう思いますか？皆さんの好きな電車や行ってみたい駅、乗ってみたい路線があれば、ぜひコメントで教えてください。それでは今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。